はい、ジロファムの皆さん、こんにちは、ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。皆さんお元気ですか？今日はね、まず皆さんに謝らないといけないことがあります。皆さんに僕からの謝罪をさせてください。実はね、つい最近ライブ配信をこのチャンネルでやったんですよ。で、ライブ配信とっても楽しかったですね。いつもさ、こうやって、録画したものを YouTube にアップロードして、その動画をみんなに見てもらってるんだけど、ライブ配信だとリアルタイムでみんなと交流できるじゃん。みんなもチャットで僕といろんなお話をしてくれたんだけど、それがね、とっても楽しかったんだよ。めちゃめちゃ楽しかった。だから僕、テンション上がっちゃったんだよね。で、最初、ライブ配信を始めた時は、できるだけみんなの睡眠に役立つような、生配信をしようと思ってたんだよ。で、ライブ配信を始めたのが、確か夜の9時なんだよね。そこから、約2時間にわたって、ライブ配信をしてました。でね、最初は、静かな、低い声でね、皆さんの眠りに、の助けになるような声でライブ配信をやってたんだけど、途中から、みんなとお話しするのが楽しくて、テンションが上がってっちゃって、で、もうすごい大きな声を出して生配信をやってたんだよね。で、多分、その放送を、生で見てた人は、多分ね、途中で寝ようと思ってても寝れなかったと思うんだよね。僕の声がうるさすぎて眠れなかったと思う。で、僕も、テンションが上がってたから、いろいろね、ふざけた発言とかをたくさんしてしまいましたね。で、今は多分、そのライブ配信の様子が、YouTube 上に残ってると思うんだけど、僕の恥ずかしい姿を、皆さんに見せてしまったので、こういった恥ずかしいことはもうしないぞという、そういう戒めも込めて、残しておいてます。だけどね、恥ずかしくなったら、消すかもしれない。削除するかもしれない。だからぜひ、そのライブ配信の様子が見たい人は、もしまだ残ってたら、その動画を見てみてください。でもね、ライブ配信も、このポッドキャストと同じように、皆さんの睡眠を助けられるような、そんなライブ配信を目指していくので、また次回のライブ配信に期待してください。はい。はい、今日はね、何を話そうかなって考えてたんだけど、僕が考えたのはね、間違えた。遊園地っていうテーマだね。みんなさ、遊園地行ったことある？遊園地って何かわかる？遊園地って、英語で言うと何なんだろう。テーマパークとか、アミューズメントパークになるのかな。今日はね、なぜか、遊園地について話そうと思ったんだよね。なんでかはわからない。うん。でもなんか最近、生放送でも話したんだけど、夏って、学生とかが夏休みの時期じゃん。だからこの時期って、遊園地に行く人が多いと思うし、花火大会もあるし、いろいろなエンタメがあるよね。で、最近テレビでも、遊園地の特集をやってたりとかして、うわー、僕も行きたいなーとか思ってたんだよ。だからね、遊園地について話そうと思う。あ遊園地って言ったらね、僕は、最近はあまり行ってないんだけど、子供の頃にね、行ってたかな。
で、日本で、一番有名な遊園地といったら、東京ディズニーランドだよね。ディズニーの、うん、ディズニーのディズニーランドなんだけど、ディズニーって日本のものじゃないよね。アメリカのものなんだけど、ディズニーはね、日本で超人気なんだよ。だから、東京ディズニーランドも人気だし、一番有名な遊園地じゃない日本では。で、ディズニーって本当に人気で、アニメも人気だし、映画も人気だし、あと何より、ディズニーのキャラクターってすごい多いよね。で、僕はね、あまりディズニーはね、あまり詳しくないんだけど、ディズニーランドは、結構行ったことがある。うん。で、僕の中での一番古い、ディズニーランドの、記憶といえば、5歳とか6歳とか、そのくらいの記憶だと思うんだよね。両親にサプライズで、東京ディズニーランドに連れて行ってもらったんだよね。車で連れて行ってもらったんだけど、その時はね、僕は本当にいろんなことに対してビビってたんだよね。臆病な子供だったから、ディズニーランドのアトラクションって、比較的そんなに怖いアトラクションってないんだよ。遊園地によっては、すごい高さから急降下する、ジェットコースターとかってあると思うんだけど、ディズニーランドのアトラクションって比較的、子供でも楽しめるような優しいアトラクションが多いんだよね。そう。だけど、僕は臆病な子供だったから、そんな子供に優しいディズニーのアトラクションでもすごい怖がってた。うん。だからね、いろんなアトラクションに乗りたくないなって思ってたのは覚えてて、カリブの海賊っていうアトラクションがあるんだけど、実際乗ってみるとそんなに怖いアトラクションじゃないんだけど、両親に向かって乗りたくないって言ったのを覚えてるよね。うん。しかも、東京ディズニーランドとか東京ディズニーシーのアトラクションって、とても人気だから、すごい時間並ぶんだよ。列に。で、確かね、列に並び始めて、まあ、なんか時間が経った後に、やっぱり乗りたくないって僕が両親に言ったのを覚えてるね。本当に迷惑な子供だよね。うん、せっかく長い間並んで、ようやく乗れるっていう時にね、やっぱり乗りたくなくなったんだよね。そう。だからね、ディズニーランドに、子供の頃から行った記憶があるね。で、他に子供の頃に行った遊園地はね、浅草にも有名な古い遊園地がある。確か日本で一番古い、日本最古の遊園地だった気がするんだけど、そこはね、すごい敷地面積も狭くて、置いてあるアトラクションも優しいから、すごい小さい頃も楽しめたっていうのを覚えてる。うん。でさ、さっき東京ディズニーランドと東京ディズニーシーっていう話をしたんだけど、今話した通り、東京の、ディズニーリゾートには、2つのテーマパークがあるんだよ。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーっていう2つのテーマパークがあります。で、どっちかっていうと、東京ディズニーシーの方が、大人向けなんだよね。うん。だから、アトラクションとかも東京ディズニーシーに置いてあるアトラクションの方が、ちょっと怖いんだよね。で、僕の中で、東京ディズニーシーは怖いっていうイメージが子供の頃はあったから、中学生になるまで、東京ディズニーシーには行ったことがなかった。うん。
全く行ったことがなかった。でもさ、中学生になると、友達とディズニー行こうよ、みたいな雰囲気になるんだよ。だから、中学1年生の時に友達と初めて東京ディズニーシーに行った。うん。で、すごい楽しかった。やっぱり人間って行ったことがないテーマパークに行くとめっちゃテンションが上がるんだよね。みんなもさ、海外旅行とかってさ、自分が今まで行ったことがない地域に行くとワクワクして興奮するじゃん。だからね、初めての東京ディズニーシーはめっちゃ楽しかったのを覚えてる。で、それまで僕がディズニーランド行ってた時って、いつも家族と一緒だったんだよ。友達と一緒にディズニーに行ったことがなかったんだけど、初めてね、友達と行ったディズニーはめっちゃ楽しかったね。うん。で、そこからね、中学生の頃はもう本当に頻繁にディズニーランドまたはディズニーシーに行ってたんだよ。で、多分ね、1年に4回から6回は行ってたと思う。本当に高頻度でディズニーランドかディズニーシーには行ってたんだよね。逆に言うと、なんか、ディズニーランドとかディズニーシーが、遊ぶ定番のスポットになってたんだよ。うん。東京の学校に僕は通ってたんだけど、東京って、いろいろなエンタメがあるって思われてる一方で、大人向けのエンタメが多いんだよね。それと比べてディズニーは、子供がたくさん行けるような場所だし、優しいアトラクションもたくさんあるから、僕たちはね、もうすごい高頻度でディズニーに行ってたんだよね。で、高校生になってからは、あまりディズニーランドとかには行かなくなった。それでもね、行くことはあったんだけど、中学生の頃と比べて頻繁に行くことはなくなったんだよね。そう。なんだけど、でね、やっぱり大人になるにつれて、ディズニーには行かなくなってくるんだよ。うん。なんでなんだろうね。うん、でもやっぱりさっき話したみたいに、大人向けのエンタメ、ディズニーランドに行くっていう以外の、選択肢が、たくさん増えたんじゃないかなって思うね。うん。で、だからね、最近はあまりディズニーに行ってないけど、行ってみたいなって思ってる。でさ、東京ディズニーランド以外にも、世界中にディズニーのテーマパークってあるじゃん。でね、僕東京以外で行ったことあるのが、フランスのパリにあるディズニーランドに行ったことがある。うん。で、確か、そこのディズニーリゾートも2つのテーマパークがあるんだけど、僕はね、片方に行きました。で、その頃僕はヨーロッパに住んでたから、それを絶好の機会と捉えて、フランスの、パリのディズニーランドに行ったんだよね。でさ、さっき言ったみたいに、僕ってもう東京のディズニーランドとか東京のディズニーシーにもう何回も行ったんだよ。だから、どこにどんなアトラクションがあるかもう全部把握してるし、なんかね、たとえその場所に行ったとしても新鮮味があんまりないんだよね。うん。新鮮味がない。ただ、フランスのパリのディズニーランド、初めて行く場所じゃん。超楽しかった。うん、めちゃめちゃ楽しかったんだよね。うん。あのね、たとえ東京にあるアトラクションと同じだとしても、なんかね、中身が違うんだよ。うん。例えば、スペースマウンテンっていうアトラクションがあるんだけど、スペースマウンテンはね、フランスのパリのディズニーランドは、東京のと比べて、あのね、速度が全然違った。うん。もう東京のスペースマウンテンよりも、もうはるかに速いスピードで動いたんだよ。
だからそれが本当に刺激的で、ディズニーランドってこんな場所あるんだって思ったんだよね。そう。でさ、ディズニーの、テーマパークって世界中にあるじゃん。東京はさっき話したけど、東京以外にも、パリもあるよね。で、アメリカにもあるし、で、中国にもあるよね。だから、生きてる間に、すべてのディズニーランド、すべてのディズニーのテーマパークに行きたいなって思ってる。うん。みんなはさ、今までディズニーランドに何個行ったことある？うん。ね、全部行ってみたいな。でもやっぱり一番行ってみたいのは、本場のアメリカのディズニーのテーマパークだよね。なんか東京のディズニーランドと比べて、規模が全然違うらしいよ。うん。面積が超広いらしい。だから本当に一つの街みたいになってるんだって。だからね、行ってみたいなって思ってるんだけど、いつ行けるかな？今ってさ、あまり僕時間がないから、行く暇がないんだけど、そんなこと言ってたらさ、いつまで経っても行けないじゃん。だからさ、行ってみたいなと思ってるんだけど、いつ行けるかな？で、友達の中にはさ、もうすでにアメリカのディズニーランドに行ったことがある人がいるから、でその人たちの話を聞くと本当に楽しそうなんだよね。だから早く行きたい。うん。で、さっきから僕、東京ディズニーランドは東京にあるみたいな感じで話してるんだけど、実はね、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーって、東京都にないんだよね。知ってたみんな。日本には都道府県っていうのがあって、47の都道府県に分かれてます。日本っていうのは。で、もちろん東京都っていう場所もあるんだけど、実は、ディズニーランドがあるのは千葉県っていう県なんだよね。で、多分、世界的に見たら、地理的にも、えっと、本当にね、東京ディズニーランドが位置してるのって、千葉県と東京都の、本当に、境界線上に近いところなんだよ。うん。で、世界的にも見てもさ、東京ってさ、千葉よりも有名じゃん。だから、東京ディズニーランドっていう名前をつけたと思うんだけど、実はね、東京ディズニーランドは東京都にはないんですよ。千葉県にあります。これね、知らない人結構いると思う。うん、結構知らない人いると思う。でさ、東京ディズニーリゾートが、一番日本で有名な遊園地だと思うんだけど、2番目に有名なのってなんだろうね。で日本でさ、本当にたくさんの遊園地があるから、本当に、どれが一番有名な遊園地かって決めるのって結構難しいんだけど、僕の中で、2番目に有名なんじゃないかなって思うのは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだね。USJ って略されることが多いんだけど、これはね、大阪にあるんだよ。で、僕は今まで1回だけ行ったことがある。うん。でね、えーアトラクションに関しては、東京ディズニーリゾートと比べても大人向けかもしれない。うん。で、僕も1回だけしか行ったことないんだよね。で、大学生の時に行ったんだけど、ちょっとね、記憶が曖昧なんだよね。うん。なんか、僕の中で一番記憶に残ってるのが、恐竜のジェットコースターなんだけど、プテラノドンなのかな？飛ぶことができる恐竜をモチーフにしたジェットコースターなんだけど、この、なんて言うんだろうな。腕の位置に、安全バーみたいなのが取り付けられて、手とか足を自由に動かせる状態で、下を見ながら、動くっていう、そういうジェットコースターがあったんだよ。でそれがね、スリリングでめっちゃ面白かったのを覚えてる。で、あとはね、反対向きに動く
ジェットコースターっていうのがあったね。後ろ向き。だから、普通さ、ジェットコースターって、進行方向。自分が見えてる方向が進行方向じゃん。ただ、そのジェットコースターはね、後ろに向かって動くんだよ。後ろに向かって進むんだよ。で、だから、次、どんな、坂が待ち受けてるとか、どんなコースが待ち受けてるとかっていうのがわからないまま乗るんだよね。で、それが一番怖かったかもしれない。うん。でもただね、もう本当に面白かった。うん。で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンといえば、任天堂のエリアがあるよね。で、僕乗りましたよ、マリオカートのアトラクション。まだ行ったことなかった、人がいたら、ネタバレになっちゃうから、あんまり詳細まで話さないんだけど、本当に、ゲームのマリオカートの世界がそこに広がってる。うん。で、マリオカートのアトラクションは、本当に、マリオたちとレースをしてるかのような感覚に陥るぐらいの、そういう超リアルなアトラクション。だから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったら、ぜひ行ってほしいね。で、今はどうかわからないんだけど、なんかね、前売りのチケットだかなんかを、予約してなきゃいけないのかな。うん。任天堂のエリアって、本当に、有名な、っていうか、本当に人気なエリアだから、確かね、行く前に予約しなきゃいけないんじゃなかったかな。うん。確か何時から入れるみたいなのが決まってたはずだから、もし行きたいと思ったら、そういう下調べも必要だから、気をつけてね。あと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで有名なのは、ハリー・ポッターのエリアだね。で、僕ね、ハリー・ポッターあまり詳しくないんだよ。うん。前ね、ポッドキャストでも話したんだけど、僕って長い映画を見ることが苦手なんだよね。で、本を読むことも苦手だから、だからね、ハリー・ポッターもあまり本格的に見たことはない。で、昔、頑張ってハリー・ポッターを見てみようと思って、確かね、第3話まで見たことがあるんだけど、そっからね、見てないんだよね。で、ハリー・ポッターのエリアがあるんだけど、たとえね、ハリー・ポッターを見たことがない人でも楽しめる、そんなアトラクションだった。うん。なんて言うんだっけ。忘れちゃったけど、ハリー・ポッターにも、ジェットコースターのような、乗って楽しめるアトラクションがあるんだよね。で、ハリー・ポッターと一緒に空を飛んでるような感覚に陥ることができるアトラクションなんだけど、これもね、ぜひ体験してほしい。だから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行くとするならば、絶対にハリー・ポッターのエリアと任天堂のエリアは行ってほしい。うん。みんな忘れないでね。うん。で、前売りのチケットとか必要な場合もあるし、前もって予約しておかなきゃいけないっていう、そういう場合もあるから、そういうのはちゃんとね、下調べしていってほしいな。うん。で、今まで、えっと、ディズニーランドとユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて話したんだけど、どっちもね、海外の文化だよね。ディズニーもはアメリカのものだし、で、任天堂ワールド、任天堂は、日本のコンテンツだけど、ハリーポッターはイギリスのコンテンツだし、海外のコンテンツを扱ったものが日本ではすごい人気。うん。だけどね、日本産というか、日本の会社が運営していて、そうだね。厳密に言えば東京ディズニーランドも日本の会社によって運営されてるんだけど、海外のコンテンツを扱ってなくて、日本国内で、有名な遊園地っていくつかあるんだよ。で、有名なのは、富士急ハイランドっていう遊園地だよね。で、これはね、富士山ってみんな知ってるかな。富士山っていう日本で一番高い山の近くにある、遊園地なんだよね。で、そこの富士急ハイランド、何が有名かっていうと、お化け屋敷とジェットコースターなんだよ。うん。で、なんで有名かっていうと、
そのレベルがね、すごい高いんだよ。お化け屋敷だったら、日本でももうトップレベルに入るくらい怖いお化け屋敷で、ジェットコースターも日本でトップレベルに入るぐらい怖いジェットコースターなんだよね。でね、僕はね、友達と行ったことがあるんだけど、僕って、今でも臆病な性格だから、えーお化け屋敷には入らなかった。うん。お化け屋敷が本当に怖そうだったから、お化け屋敷は入らなかったね。あと、A じゃないかっていう、本当に怖いジェットコースターがあるんだよ。さっき話した USJ のジェットコースターに似てるんだけど、本当に手足がチューブラリンの状態で乗らなきゃいけないジェットコースターがあるんだよ。で、それが本当に怖かったから、それもね、僕は乗らなかった。あとはね、僕が本当に苦手なのが、フリーフォール。うん。上から下に一気に落ちるような、そんなアトラクションは僕が苦手だから、フリーフォールも僕は乗らなかった気がするね。うん、だからね、本当に僕は、臆病でビビリな人間なんだよね。うん。でもね、その頃は、まだ学生だったから、大人になった今だったら乗れるかもしれない。うん。ただね、積極的に行こうとは思わないんだけどね。うん。そう。だから、フリーフォールのアトラクションは僕は基本的に苦手。で、東京ディズニーシーにも、タワーオブテラーっていうフリーフォールのアトラクションがあるんだけど、それはね、僕は乗れます。だけど、僕の中で、一番怖いディズニーのアトラクションはそのタワーオブテラーだね。フリーフォール本当に苦手だからね。でね、タワーオブテラーって、なんかね、季節によっては、そのレベル、その怖さの度合いが上がってる季節があるんだよ。で、そういう季節だって知らないで僕行くからさ、なんかいつもより怖いなって思う時があるんだよね。で、そんな時は、うわー、怖いけど我慢しようって思って、あの、タワーオブテラーって、各席の横に手すりがあるんだよ。そう。手で持てる手すりがあるんだけど、僕はいつもそこをね、全力で掴んで頑張って耐えてます。はい。はい。でね、ディズニーのアトラクションって、確か、タワーオブテラーもそうなんだけど、落ちてる時の様子を写真で撮ってくれるんだよね。うん。で、確かね、そのアトラクションに乗った後に、その時に撮影した写真を購入できるんだよ。うん。で、学生の頃とかだと、写真で、写真にあのポーズで写ろうぜとかそういう会話をするんだよ。で、僕も頑張って、みんなで決めたポーズをして、笑顔で写ろうって思うんだけど、もう何回やってもね、なんかね、怖そうな顔、怖いのを耐えてる顔をしてるね、僕はいつも。うん。だからそうやってね、写真を撮るような、そういう写真を撮ってくれるサービスもあるから、東京ディズニーランドに来たら、ぜひ、活用してみてください。はい。でね、ジェットコースターとお化け屋敷について話したんだけど、お化け屋敷はね、さっき話したみたいに富士急ハイランドの、お化け屋敷が、日本でもトップレベルで怖いと思うんだけど、僕はね、行ったことがないんだよね。ただ、それ以外のお化け屋敷は僕は何個か入ったことがあるんだけど、お化け屋敷によってはそんなに怖くないんだよ。うん。で、お化け屋敷にも、種類があって、実際に、なんて言うんだろうな。実際に、お化け役の人間がいて、僕たちのことを、お客さんを、脅かしてくるお化け屋敷もあれば、全てが全自動になっていて、例えば、お客さんがそこを歩いた時にセンサーが反応して、光ったりとか、お化けの人形が動いたりとかっていう、そういうお化け屋敷もあるんだよね。で、僕が今まで経験したのは基本的にその後者の方のお化け屋敷なんだよ。
実際の人間が脅かしてくるものではなくて、まあセンサーとか機械とかそういったものを駆使して脅かしてくるお化け屋敷なんだけど、まあそういうお化け屋敷ってね、やっぱり怖くないんだよね。うん。そんなに怖くない。うん。ただ、まあ人間がさ、驚かしてくるお化け屋敷って怖そうじゃない？だってさ、人間ってどうすれば人が怖がるかっていうのを全て理解してるわけじゃん。だから、まあそんなお化け屋敷にはね、まあできるだけ行きたくないなと思ってる。だから、富士急ハイランドのお化け屋敷にも今まで行ったことがないんだよね。うん。でね、まあそういった遊園地って、まあただアトラクションを楽しむだけでも、まあ十分楽しいんだけど、まあ季節ごとにいろんなイベントがあるんだよ。まあ、例えばね、まあ夏とかだと、まあ花火が打ち上がる遊園地も多いし、まあ、冬はね、イルミネーションが綺麗なんだよね。うん。特にね、ディズニーランドとかディズニーシーの、まあ、クリスマスシーズンっていうのは、まあ、あらゆる場所が、イルミネーションでデコレーションされてるから、まあ、それがね、すごい綺麗。で、ディズニーシーにはね、もう、大きなクリスマスツリーが、飾られるんだけど、まあ、そこでね、まあ、友達と一緒に、まあ、記念撮影するのもね、おすすめですよ。で、夏はね、確かディズニーとか、USJ とかだと、水がかかる、そういったイベントが多いんだよね。まあ、ずぶ濡れになるような、まあ、そんなイベントが多い。うん。で、まあ、ディズニーランドとか USJ を本気で楽しもうって思ってる人は、あのね、レインコート、まあ、カッパとも呼ぶけど、まあ、そういったものをね、着てく人がいる。で、そうやってね、ずぶ濡れになるようなイベントって、まあ、パレードであることが多いんだけど、パレードって結構人気だから、そのパレードが始まる、まあ、何分か前、まあ、ひどいと何時間か前から、そのパレードの場所に、まあ、陣取ってないといけないんだけど、まあ、そういった、まあ、早い時間帯からパレードのために待ってる人たちっていうのは、基本的にね、まあ、カッパとかレインコートを着て、びしょ濡れになってもいいようにしてるんだよね。うん。で、あとはね、まあ、東京ディズニーランドって、スプラッシュマウンテンっていう、まあ、そういうすごい有名なアトラクションがあるんだけど、スプラッシュマウンテンってね、あまり水がかからないんだよね。ただね、東京ドームシティっていう、まあ、東京ドームっていう野球を、えーするので有名な場所があるんだけど、そこの隣にある遊園地の、なんかね、スプラッシュマウンテンの小さい版みたいなのは、確かね、水がたくさんかかるから、なんかね、カッパを貸してくれるんだっけな。うん。なんか忘れちゃったんだけど、まあ、とにかく日本には、まあ、そうやってずぶ濡れになるようなアトラクションが多い。うん。まあ、多分ね、日本の夏が暑いから、まあ、そういうアトラクションが多いんじゃないかなって思ってる。うん。まあ、真相はわからないんだけどね。うん。で、まあ、ジェットコースターとお化け屋敷の他にも、観覧車っていうのが日本の遊園地では定番だね。観覧車ってさ、海外にもあるのかな？あるよね。うん。観覧車はね、まあ、まあ、遊園地には必ずあってもいいと言っても過言ではないのは観覧車だよね。まあ、ただ単に、えー、まあ、まあ、観覧車っていうのは、まあ、円状のアトラクションなんだけど、その円に、ゴンドラがたくさんついてるんだよ。ゴンドラっていうのから、まあ、人が入れるスペースっていうのがたくさんあって、下の位置からそのスペースに乗り込むと、それが一周するんだよね。で、その間に高いところに到達して、そこから綺麗な景色を眺めることができるアトラクションなんだけど、なんかね、観覧車はね、なんか恋人と一緒に乗るみたいなのが日本では定番かもしれないね。まあ、
例えば彼氏と彼女とか、あとは好きな人同士とかで、男女でとか、好きな異性とか、好きな人と一緒にとかで観覧車に乗ることが多い。そこのね、観覧車に乗ってる間って密室なんだよ。だから、二人だけの空間が生まれるんだよね。だからね、そこでプロポーズをして、結婚しようっていう人もいるし、そこで、告白って言うんだけど、僕、の彼女になってくださいとか、彼氏になってくださいとか、そういうことをする定番の場所だよね。でね、さっきも話した通り、冬はね、遊園地一帯がイルミネーションで、綺麗になってるから、そういった綺麗な夜景を見ながら、プロポーズをするとか、綺麗な夜景を見ながら告白するっていうのね、日本では、よくあることですね。はい。ちなみに僕はそんなことしたことないですよ。でもね、日本人だったらね、そういうことをしたことある人は、たくさんいると思う。うん。で、遊園地にはね、いろんな、県があるよね。日本の昔ながらの遊園地とかだと、アトラクションごとにお金を払うみたいな感じなんだよね。例えば、この観覧車は何円ですとか、このジェットコースターは何円ですみたいな感じで、アトラクションごとにお金を払うっていうのが結構あるんだけど、東京ディズニーランドとか、あとは間違えた、USJ とかって、入場料を払えば基本的に中のアトラクションは遊びたい放題なんだよね。でさ、僕が学生の頃と今とで、全然違うことがあって、それがね、値段なんだよ。だから僕が学生だった頃、例えば10年前とかって、物価がまだまだ安かったから、もっとね、安い値段で、ディズニーランドに入れたんだよね。確かね、学生の料金になったからっていうのもあるんだけど、5000円ぐらいでディズニーランドには入園できた気がする。うん。だけど今って1万円ぐらいかかるんだよね。そう。めっちゃ高い。めっちゃ高額になった。で、そうやって、なんていうの入場料が高額になっただけでもすごい驚きなんだけど、ファストパスが有料になったのがもっと驚き。うん。みんなファストパスって知ってる？ファストパスっていうのはね、列にあまり並ばない。長い時間列に並ばないでアトラクションに乗れるっていう、そういうチケットなんだよ。でさ、特にディズニーランドとか USJ とかだと、ひどいと、2時間とか3時間とか列に並んでアトラクションに乗らなきゃいけないんだよ。で、それってさ、すごい不便じゃん。で、1日、長くても、その、遊園地に入れる時間って、朝の9時から夜の、9時とか。だから、約12時間だよね。で、その12時間のうちの2、3時間を列に並ぶことに使うってすごいもったいないじゃん。だから、ファストパスっていう制度があるんだよね。で、僕が学生の頃って、ファストパスにお金かからなかったんだよ。うん。例えば、ディズニーランドだと、ファストパスの発券機っていうのがあったんだよね。で、ファストパスの発券機に行って、ファストパスを発行すると、何時から何時までに使えるファストパスですっていう、そういうファストパスが発行されるんだよ。で、それを、えー使えるんだよね、その時間になると。で、そのファストパスを発見するのって無料だったんだよ。だけどね、今はそれが有料になってる。もうビジネスだなと思ってさ。そう。ディズニーを運営してる会社も、プライベートカンパニーだし、儲けることがね、最優先だと思うんだけど、そういう列をスキップするためにも、
お金がかかるようになっちゃったんだよ。だから、本気でディズニーランドを楽しもうとすると、入場料以外にも、レストランで食べる時の食費だとか、そういったファストパスを買う時のお金とかがかかったりして、めちゃめちゃお金かかるんだよね。でさ、僕は東京に住んでるから、いつでも好きな時に東京ディズニーランドとか東京ディズニーシーに行けるんだけど、やっぱり地方から東京に遊びに来る人って多いじゃん。でそういう人って、一気に東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを楽しむ人も多いんだよ。するとさ、宿泊費もかかるじゃん。だからね、家族4人とかで地方から出てきて、1泊2日で東京ディズニーリゾートを楽しもうってなったら、相当なお金がかかると思うんだよな。うん。で、しょうがないね。今は、日本人よりも購買力が高い外国人観光客とかが日本にたくさん来てるから、ディズニーランドの、そういった諸々の料金っていうのを高額にする気持ちもわかるんだけど、昔はね、もっと安く楽しめてたっていうのを考えると、なんか正直ね、悲しい気持ちになるね。少し寂しい気持ちになる。ただね、しょうがないね。僕も大人になったから、お金をたくさん稼ぐしかないよな。で、僕が今ね、東京ディズニーリゾートの値段が高くなったって嘆いてるんだけど、海外の東京ディズニーリゾートってもっと高額らしいんだよ。で、比較的日本のディズニーリゾートって、安い方らしいんだよね。海外のものと比べたら。だから別にいいかなと思ってる。うん。ディズニーもね、利益を上げないといけないからね。それはしょうがないんだけど、少し寂しい気はするよね。うん。でもただね、東京ディズニーリゾートで外国の方ってあまり見かけない。うん。東京のディズニーに来てる人ってみんな日本人なんだよね。僕の中でのイメージだと。で、多分だけど、海外からわざわざ日本に来る人って、日本の文化とかを楽しみたいと思ってると思うんだよ。日本の主要都市とかに行って日本の文化を楽しみたいって思ってる人が多いと思うんだよね。でさ、ディズニーって、さっきも言ったけど、アメリカの文化じゃん。だから、外国人観光客はディズニーに行かないのかなって思ってる。うん。ただね、日本人がたくさんいるね、ディズニーランドは。うん。で、海外のディズニーランドと比べて、日本のディズニーランドで圧倒的に違うのは、お土産を買うか買わないかなんだよね。日本人ってお土産買うの大好きなんだよ。うん、日本人ってよくお土産を買います。ディズニーランドとか遊園地に限らず、どこか旅行に行った後って日本人は、職場に対してとか、家族に対してお土産を買っていくことが多いんだよね。だから、ディズニーランドで一通り楽しんで、帰る直前っていうのはみんなね、お土産を買うんだよ。で、ディズニーリゾートから帰るときって、アーケードがあって、そこにたくさんのお土産屋さんがあるんだけど、そこでね、お土産を買う人が多い。だからね、ディズニーランドとかディズニーリゾートの中だと、日本人の購買力ってものすごいんだよ。うん。だから、日本のディズニーランドって本当にね、盤石なんだよね。で、実は、さっき言ったみたいに、世界にはたくさんのディズニーリゾートがあるんだけど、東京のディズニーリゾートだけ日本の会社が、運営してるんだよ。ちょっと待って、ちょっと表現が、誤解を生みそうだからもう一回言い直すと、えっと、ディズニーが直で運営してない唯一のディズニーリゾートが東京のディズニーリゾートなんだよね。で、フランチャイズ契約をしていて、日本の、会社が、運営してるんだよね。東京ディズニーリゾートっていうのは。で、確か、
利益か売上の 20% か 30% かを、本場のディズニーに、送ってると思うんだけど、で、なんか、だからね、よく日本で言われてるのが、ディズニーが、日本の会社とフランチャイズ契約をして、東京ディズニーリゾートを運営してるのを、後悔してるっていう噂がね、日本では流れてるんだよね。これ本当かどうかわからないんだけど、東京ディズニーリゾートってめっちゃ儲かるらしいんだよ。うん。その日本人がさ、たくさんお土産を買うから、めっちゃ儲かるらしいんだけど、それをね、ディズニーが直で運営してないっていうのを、ディズニーが後悔してるっていうのがね、結構、そういうエピソードが日本では有名。だけどね、これも、その日本が大好きな日本人が、でっち上げたデマかもしれないんだけど、そうやって言われてる。それくらい、日本人ってお土産を買うんだよ。で、あとね、僕がフランスのパリのディズニーリゾートに行って感じたことはね、えー東京のディズニーリゾートは、ではね、みんなね、何かしらのグッズを身につけてるんだよ。で、よく多いのが、ミッキーとかミニーの耳がついたカチューシャを頭につけてる人が本当に多い。うん、そういう人がね、本当に多い。だし、なんかね、何かしらディズニーのグッズを身につけてる人がディズニーランドにはいるんだよね。サングラスとか、手袋とか、そう。日本人はね、見た目から、その見た目も一緒にその場所を楽しむのが大好きなんだよ。で、最近はさ、夏だから、花火大会とかが多いじゃん。で、花火大会に浴衣で行く人が本当に多いし、で、ディズニーランドじゃなくて、例えば USJ だったら、USJ 関連のグッズを身につけてる人が多い。だからね、そういったグッズとか、お土産が日本人は大好き。だから、だから遊園地はね、すごい儲かるらしいよ。うん、儲かるらしい。うん。で、そんな、大儲けしてる、ディズニーランドとか、ディズニーリゾートとか、USJ なんだけど、やっぱりね、混むんだよ。で、夏とかに行くと、室外で、列に並ばなきゃいけなかったりして、それが本当に辛い。うん。だからやっぱりね、混雑をいかに避けていくかが重要なんだよね。で、もしあなたが東京ディズニーリゾートを存分に楽しもうと思ったら、もう開園時間から、えーディズニーリゾートの入り口に並ぶのがおすすめ。で、一番最初に一番乗りたいアトラクションに行くのがいい。だってさ、最初にそのディズニーリゾートが開園する時間帯って、まだアトラクションに誰も並んでないってことじゃん。だから真っ先に自分が乗りたいアトラクションに向かっていくのがおすすめ。開園した直後にね。うん。そう。で、今みたいな夏の季節に行くのって本当に辛いだろうな。あのね、暑すぎるよね、日本の夏ってで、アトラクションによっては、その列の途中に給水所があったりするんだよ。うん。そう、待ってる間に水を飲めるエリアがあったりするんだけど、そういうところでね、水を飲んだりしてもいいんだけど、その水がね、そんなに冷たくないんだよね。そう。給水器があるんだけど、そんなに冷たくないから、やっぱりそういうのも、冷たいお茶とか、冷たい水とかっていうのも自分で用意して、水筒とか持ってくのがおすすめだよね。うん。そうだ。さっきさ、お土産とかグッズをみんな日本人は買うのが好きって話したんだけど、ディズニーリゾートだとね、みんなね、首にかけてるものがあって、それがね、ポップコーンケース。うん。ディズニーリゾートのあらゆる場所に、ポップコーンが売ってる屋台があって、で、そのポップコーン、自分が持ってるポップコーンケースに、ポップコーンを入れてくれるんだよ。もちろん有料なんだけど、そのポップコーンケースを持ってる人が多い。うん。だからそのポップコーンを食べながら
ディズニーを楽しんでる人が多いね。そうだ、思い出した。で、そのポップコーンケースが本当にね、たくさん種類があるんだよ。その、もちろんね、キャラクターごとにそのポップコーンケースがあるから、みんなね、それぞれが好きなキャラクターのポップコーンケースを持ってる。うん。でね、僕はね、ポップコーンケースはね、今まで買ったことがないんだけど、さっき話した、その、ミッキーとかミニーとか、ディズニーのキャラクターの耳がついたカチューシャを毎回買っちゃうんだよね。そう、だからね、今僕のこの家にはないんだけど、僕の実家にはね、何個もそういうカチューシャがあるんだよね。で、行くたびに買うから、どんどん増えてくんだよ、家に。そう。でさ、なんか友達と一緒に行った時の思い出の品だから、捨てるわけにもいかないじゃん。うん。だから捨てるわけにもいかないから、ずっと実家にとってあるね。たださ、毎回ディズニーリゾートに行くときに行くたびに買うのってなんかもったいないから、うん。すでに持ってるものをつけていけばいいんだけどね。なんか毎回買っちゃうんだよな。そう。やっぱり日本と海外の遊園地の違いといったらやっぱりそういうところかな。グッズを買うか買わないか。パリに行った時にびっくりしたんだよね。やっぱりお客さんがそういうグッズとかをさ、身につけてないんだよ。そう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 。そういうのをね、身につけてなくて、全然日本のと違うなって思ったね。だからそうやって場所によって、国によって、人々の楽しみ方が全然違うっていうのは面白いよね。うん。でさ、一つ面白いエピソードがあって、僕がそのパリの、遊園地に行った時って、僕が大学生の頃だったんだよね。で、僕は、海外の大学にその時は通っていて、で、パリの、ディズニーランドに行った時は、友達と一緒に行ったんだよね。で、その時って、コロナウイルスが蔓延してた時期。コロナウイルスが流行り始めてからちょっと経った時期だったんだけど、大学の授業がオンラインで行われることが多かったんだよ。で、そのディズニーに行った日、パリのディズニーリゾートに行った日、その僕の友達がオンライン授業を受けなきゃいけなかったんだよ。そう。せっかくディズニーリゾートに遊びに行ってるのに、授業を受けなきゃいけなかったんだよ。うん。たださ、オンライン授業だから、その、どこでもその授業を受けれるんだよね。うん。別に、家にいようが、ディズニーリゾートにいようが、どこにいても一応授業を受けることはできるんだよ。で、だからね、その僕の友達は、途中までディズニーでね、一緒に楽しく遊んでたんだけど、途中から、授業行ってくるわって言って、どこからね、確かね、レストランかどっかに移動して、そこでね、授業を受けてたね。そう、だからね、ディズニーリゾートにパソコンをね、持ち込んでたっていうね。うん。あれはすごかったね。僕だったら絶対嫌だな。だってさ、丸一日その日はディズニーで楽しんだんだけどさ、一日中ディズニーで楽しみたいじゃん。でさ、授業のこととか、仕事のことって、絶対考えたくないじゃん。普通だったらね。そう。だから、僕だったら絶対嫌だなって思うんだけど、その子はね、1時間みっちり、ディズニーのレストランで授業を受けてから、帰ってきましたね。うん。授業を受けてでも、ディズニーリゾートを楽しみたかったんだろうね。うん。でも懐かしいな。あの頃ってさ、あの頃大学生の人だったらわかると思うんだけど、あのコロナウイルスが流行ってた時期って、何もかもがオンラインだったじゃん。うん。だからさ、直接人と会えない分、すごい寂しいなって思うこともあったけど、そうやって授業とかがさ、すべてオンラインになった分、自分が好きな場所で作業できるようになったから、そうやってね、僕の友達みたいに、ディズニーから授業を受けることもできたよね。うん。
そう。で、僕はね、最近は遊園地には行ってないな。うん。なんかね、やっぱり、まあ、昔と比べてね、体力が落ちた気がする。中学生とか高校生の頃って、体力が無限だったから、2時間アトラクションの列に並ぶとか、朝の9時から夜の9時までぶっ通しで遊園地で歩き続けるとか、そういったことって、僕が学生だった頃って結構ね、余裕だったと思うんだけど、今はね、それができる気がしないね。特にこういった夏の季節だと、外が暑そうすぎて、うん。自分から自ら進んで遊園地に行きたいなとは思わないかな。うん。でもね、やっぱり遊園地って老若男女、どの年代からも、人気だから、その年齢に、適切、その年齢に応じた、適切な楽しみ方っていうのがあると思うんだよね。で、僕が、中学生とか高校生だった頃っていうのは、やっぱりね、いかにたくさんのアトラクションに乗るかが、勝負だったんだよね。だから、うん。アトラクションに乗れた数が多ければ多いほど、その遊園地を楽しめたっていうことになったと思うんだけど、アトラクションに乗るだけが、遊園地じゃないよね。そこの場所のグルメを楽しんだりとか、たとえ自分が、ジェットコースターとか観覧車とかに乗らなくても、今さ、ディズニーランドとかだと、ショーとかもたくさんあるじゃん。そういったものを見に行くのもいいかなとは思う。うん。で、僕がね、今行ってみたい遊園地はどこかな。さっき言ったみたいに、死ぬまでには絶対に世界中のすべてのディズニーランドを行ってみたいなと思ってる。あ、でもさ、確かさ、ディズニーって、中東かどこかにさ、新しいテーマパーク出すよね。どこだっけ？今ね、調べてる。あ、UAE か。アラブ首長国連邦に、ディズニーのテーマパークができるんだ。へえ、これ絶対楽しいじゃん。行ってみたいな。これさ、いつできるんだろうね。いつ開業するんだろうね。開業時期は、まだ決まってないんだ。へえ。あ、そっか。設計に18ヶ月から2年かかって、建設におよそ5年かかるのか。なるほどね。ということは、最低でも7年かかるっていうことか。で、今が2025年だから7年後って2032年か。うーん。うん。今からその7年後って言ったらさ、僕がもっと年取ってるってことじゃん。その状況になってもまだ遊園地楽しめるかなって思ってうん。なるほどね。中東今まで行ったことないんだよな。で、ま、中東ってね、そう、アラブ首長国連邦とか、中東って、日本人にとって、あまりね、観光する場所としては主流ではないんだよね。だけどさ、日本って本当にたくさんのディズニーオタク、ディズニーマニアがいるから、そういった人がこういう UAE のディズニーリゾートに行くと思う。だから、日本人がこういった中東の地域に、行くような、そういうきっかけになるんじゃないかなって思うな。楽しみだね。ディズニーがさ、新しいテーマパークを作るのっていつぶりなんだろうね。7つ目の新しいパークなんだ。っていうことは今まで、っていうことは、もう世界中に6つのディズニーのテーマパークがあるってことなんだね。そんなにあるんだ。
やっぱりディズニーすごいね。アメリカの文化は強いね。個人的にね、その、日本のコンテンツ、ポケモンとか、任天堂のマリオとか、そういうのって、世界中でも人気だから、ディズニーランドみたいな大きなテーマパーク作ってほしいと思ってるんだけど、やっぱり採算が合わないのかな。うん。僕はね、そういうなんか日本のコンテンツを集約したでっかいアミューズメントパークも見てみたいなって思ってる。USJ に任天堂のエリアはあるんだけど、そんなに大きくないんだよね。だからもっと大きいのを見てみたいなと思ってます。はい。本日は遊園地について話してみましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか？僕が話した遊園地の中に行ったことがある遊園地は皆さんありましたか？今日はね、もう時間になってしまったので、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、また次回のポッドキャストも楽しみにしていてください。それでは、バイバーイ。